皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げるニュースは、自民党が新しい公約を発表しました。この中においておそらく最も批判の的になるであろう政策についてご紹介します。それは GDP 比 2%、防衛予算を倍額目標にするというものです。日本においてはこうした予算の増額といったものは、社会保障費であれば多くの人たちはまあまあ賛成するものなのですが、一方において防衛予算を増やしますよという話をすると、途端にあちこちからなんでそんなことをするんだと様々批判の声が上がります。それは国内だけではありません。海外からもそのような声は上がってきます。ただし、全世界ではありません。当然のように、ある特定の国々だけが、そうした日本の防衛予算の増額について批判的な立場をとっています。今回の動画においては、なぜ日本において防衛予算を増やさなければならないのか、そのことを解説していこうと思います。なお、私は自民党の支持者ではありません。あくまでも一つ一つの政策について、これは良い、あれは悪いという話をしていることが多いですから、決して今回の話を通じて、私がまるで自民党の信奉者であるかのように勘違いはなされないようにしてください。それではまずは日本国内においてどのように反対の声が上がっているのか、そして海外ではどのような形で報道されているか、そのニュースから見ていきましょう。まずは日本国内で批判の先鋒に立つであろう共産党の候補者から見ていきましょう。自民大軍拡改憲公約に GDP 比 2%敵基地攻撃言及。自民党は総選挙に向けた重点政策と政策集、政策バンクを決定しました。大軍拡と憲法改定を打ち出しています。新たな国家安全保障戦略や防衛計画の大綱、中期防衛力整備計画の速やかな策定を掲げ、軍事費については国内総生産 GDP 比 1% 枠内にこだわらず、対 GDP 比目標 2% 以上も念頭に、防衛関係費の増額を目指すと大軍拡路線を表明。また、相手領域内で弾道ミサイル等を阻止する能力の保有を含めて抑止力を向上させるための新たな取り組みを進めると、憲法違反の敵基地攻撃能力の保有を打ち出しました。同時に日本国憲法の改正を目指すとし、早期の憲法改正を実現すると明記。岸田首相自身が在任中の改憲を公言し、改憲タカ派の高市早苗政調会長も改憲に強い執念を示しています。安倍・菅政治の最も危険な部分を政策的に継承しています。続いて、韓国の報道ではどのように伝えられているか記事をご紹介します。自民党、政権公約で防衛費 GDP 比 2%、45年ぶりに防衛費 1% 枠を破る。日本の自民党は今月31日の衆議院選挙を控え、GDP 比 2% 水準へと防衛費を大幅に増やすという内容の公約を発表した。米中戦略対立の最前線として浮上した台湾海峡を含む東シナ海で大々的な軍備増強を通じて対中国抑止力を確保するという意思を明らかにした。自民党の高市早苗政調会長は12日、外交安保、コロナ対策、経済政策など8大公約を盛り込んだ自民党政策バンクを公開した。このうち外交安保分野の内容を見ると、NATO 諸国の国防予算の対 GDP 比目標 2% 以上も念頭に置き、防衛関係費の増額を目指すと明らかにしている。現在日本の防衛予算は国内総生産の 0.95% で 2% 水準に上げるのは容易ではないが、選挙公約を通じてこれまで心理的マジノ線として維持してきた防衛費 1% 枠原則との決別を公式に宣言したわけだ。日本は1976年、三木武夫当時首相が日本の軍国主義化を防ぐため、防衛費を GNP の 1% 未満に制限するという内容の政府の立場を閣議決定して以来、これを守ってきた。2021年現在、日本の防衛予算は5兆1235億円であるため、この目標が達成されれば、日本の防衛費水準は10兆円台に達することになる。防衛費の規模だけでなく、日本がこれまで維持してきた防衛政策もかなりの部分で見直される見通しだ。公約集では、安倍元首相時代の2013年に作られた日本の外交安保政策の基本方針である国家安全保障戦略、防衛計画大綱、中期防衛力整備計画についても迅速に改正すると強調している。
まず第一のポイントとして、今回のように防衛予算を増やそうという話が大々的な政権公約として掲げられるようなことになった背景は、なんといっても今回の自民党総裁選で高市早苗さんの認知度が非常に高まったことが理由としてあります。高市さんは総裁選の出馬前であれば国民的認知度も低く、決して有力候補ではありませんでした。しかし、総裁選に出た後において、様々な討論会やもしくは発言する場面などにおいて、一本筋の通った政策を朗々と語る姿というのは非常に多くの人たちから支持を受けました。そして自民党総裁選のその結果としても、彼女は非常に善戦したという結果を残しています。ですから岸田総理も現在政調会長である彼女の意向といったものを決して無視できるわけではありません。ですから今回の自民党の政権公約の中にも防衛予算を大幅に増やそうという話が載ったのは彼女が善戦した、そして政調会長に就任したという影響も非常に強く出ているのです。さて、それでは今回の話でどこが批判されているか、その点について解説を行っていきましょう。まず第一にこうした予算の増額をする際においては、もっと生活に身近なところでお金を使うべきだという人たちがいます。例えば社会保障費をもっともっと増やせば、多くの人たちが苦しい生活から逃れられるじゃないか。防衛予算をいくら増やしても、こうした苦しい人たちの助けにならないじゃないかといった話をされる方がいます。その話それ自体は別に間違ってはいません。ただし、それらの人々に言いたいことというのは、確かに今目の前の生活も苦しいのはわかるけれども、国家というのはそうした一人一人の政策を考えると同時に、全体のことも見なければならないのです。ですから私たちが見なければならないもの、それは何かといえば、日本国内ではなく日本を取り巻く周辺環境、国際情勢についてです。国際情勢で一体何が注意しなければならないかといえば、現在東アジアは大軍拡時代に突入しているということです。これは何も私は勝手に言っていることではありません。軍拡のその最先端に立っているのは中国です。中国は2000年代に入ってからひたすら軍事拡張を行ってきました。そして装備の更新、兵器の開発を進めるとともに、実際に南シナ海においては小さな島々を軍事基地化して自分たちの領域を拡大することを実施しています。そして現在ではその軍事力の圧力というものは台湾に非常に強くかかっていると同時に、日本においても尖閣諸島という今目の前にある危機も存在しているのです。ですから国家として安全保障上これらの問題に対処しなければならない。そしてこの命題に対して予算をつけなければならないというのは、決して自分たちが望んでいるからではなく、この国際環境上においてやらざるを得ないという話を理解する必要があります。それでは次に理解しておかなければならないポイントについて話していきましょう。GDP 比 1% から 2%、たった 1% の差ですが、単純に倍額になりますよという話です。現在の防衛予算というのは、おおむね5兆円台そこそこですから、ここから 2% にするのであれば、当然、金額としては10兆円になります。共産党はこの金額の増加を見て大軍拡だと批判しているわけですが、私にしてみれば、日本の経済力から考えれば、これは決して多すぎる話ではありません。まずこの GDP 比 2% というのは、先進諸国からすれば標準的な軍事予算の割合だと思ってください。ヨーロッパの NATO 諸国であれば、この GDP 比 2% という目標を持っています。ですから、全く口頭無形な話ではなく、この 2% というのはよくある数字なのです。そして、日本の防衛予算 1% というのは不十分であるということは非常によく知られた話だと思います。自衛隊に予算が足りないために、トイレットペーパーすら年度末には足りなくなって自費で購入して使わなければならないといったようなかなり悲しい話なども聞きますし、非常に危険な任務をするにもかかわらず、給料としては決して高いわけではない。そういったことも聞きます。また装備品について言っても、不十分な開発予算しかないために、まだまだこれ改良の必要はあるよな、不十分な性能だよなということが分かっているにもかかわらず、なかなか装備が更新されないものもたくさんあることがつつかれたりもします。さらには最先端の兵器について言っても、決して潤沢な予算があるわけではありません。少ない予算の中で何とかやりくりしているというのが現実なのです。また、こうした GDP 比 1% にとどまっていたことについては、前アメリカ政権
現トランプ大統領は批判を行っていました。トランプ大統領は日本に対して日米軍事同盟にたど乗りするようなことをしてはならないといったことを不満に思っていました。日本が自分を守るために十分の予算を尽くすことは、アメリカの兵器を買うこともあって推奨していたのです。そしてこの GDP 比 2% というのは私は NATO 諸国を指して大体標準的な値ですよという話をしましたが、中国の軍拡だけではなく、またお隣の韓国においてもこの GDP 比は 2% 以上すでに実現しています。ですから決してありえないような話ではありませんし、むしろ東アジアにおいては必要な額だと言えるのです。今回自民党が GDP 比 2% を目標とした防衛予算の獲得に乗り出すということは私は支持します。そして同時にこれらのことに必要なこととしては、今回の政権公約集にも入っていますが、様々な面でルール改定を行い、自衛隊の足を縛るのではなく、自衛隊をしっかりと戦える組織として準備しなければなりません。なぜならば、最初にも述べましたが、すでに日本の周辺環境というのは非常に危険な状態にあるからです。逆に言えば、日本の周りがすごく安全で、全く危険がないのであれば、このような話をする必要はないのです。日本の防衛予算を増やしますよと言った時に批判する人たちというのは、そのように現実と理想が全く異なっていることを無視している。まさにこれこそが脳内がお花畑ですよねと批判されるその理由でもあるのです。そして最後に私の意見なども添えておきましょう。まず軍事予算が必要ですよという話は周辺環境、そしてアメリカからの圧力もあるという話をしました。実際問題はアメリカとしては日本が自分を守るために戦う準備をしないとアメリカも助ける気にはならないよということを表明しています。この実例というのはアフガニスタンで証明されていると言えるでしょう。アフガニスタンの旧政権の部隊はタリバンの部隊が近づいてくるともう戦わずにどんどんと逃げ出す人たちがいましたから、部隊単位だけではなく軍全体があっという間に崩壊してしまったのです。その時アメリカとしてはこんな奴らのために命を懸けて戦う気にもなれないなとさっさと撤退するようなことにもなってしまったのです。ですからアフガニスタン政権の崩壊時においては想定以上の政権崩壊の速度でしたから慌てて逃げ出すということになってしまったのです。もしも旧アフガニスタン政権軍が猛烈な抵抗を示してタリバン軍と戦っていたのであればアメリカ軍ももう少し後ろからの支援を積極的に行っていたことでしょう。そしてこのことは日本にも同じように当てはまるのです。もしも日本が周辺国家のどこかとの戦闘状態に陥った時に自分たちでは全く戦わずにアメリカ軍さん、あなたたち軍事同盟結んでいるんだからあなたたちが前に立って戦ってよなどとそんなことを言えば軍事同盟というのはまともに機能するものではありません。アメリカの国民もそんな日本のために戦うべきではないという声が大いに盛り上がってしまうでしょう。ですから日本の自衛隊を実際の戦闘になった時にそれを支えるための事前の準備として装備を整えることも必要ですし、また法律面においても彼らを支える必要があるのです。では予算がものすごく増えるんだったらそのままだったら単純にお金が足りないよねという話をして財源不足のことを指摘される方がきっといっぱい出てくるでしょう。必要だから増やすというところにそれだけではもちろん考えが足りないわけなのでどこかで何かしら補う必要があります。単純な話として国債をどんどん発行すればいいやというのは確かにそれは当てはまるのですがそれだけでは不十分であることも同時に言わなければなりません。ではどのような面において財源を補っていくか、そこには一つの政策を打ち立てる必要があります。それは日本の防衛産業を輸出産業として育成するということが必要です。現在では日本の防衛品についての輸出、それは許されるようになっています。しかし、長い間国際競争にさらされていなかった日本の兵器というのは決して国際市場において簡単に売れるようなものではありません。今後は予算を増やす中において新しい装備品を開発していく中において国際的に売り出すこともある程度考える必要があるでしょう。もちろんそのような兵器がテロリストなどに渡らないようにあくまでも友好国、先進諸国などを中心とした売り先などにある程度限定する必要はあるでしょう。また装備品の調達においてもこれからは非常に重要な国際共同開発についても私は積極的になるべきだと思います。特に最新鋭の兵器については自国で賄うことを目標にすることも大事なのですが、時にはそれが難しいのであれば
国際開発というのも決して非現実的な話ではありません。例えば、国産戦闘機を作ることは重要ではありますし、また、国産の無人戦闘機、無人戦車、無人潜水などなどの無人兵器などを開発し、それらについて海外に輸出することを前提にすることも大事なのですが、時にはあまりにもお金がかかりすぎてちょっと競争力を得るのは難しいなという場合においては、日米英、日本の同盟国との共同開発を乗り出して、それらの一部海外へと供与することなども視野に入れていくべきです。そういった意味においては、日本の防衛体制を強化するためにも、同盟国というものも増やすべきです。例えば軍事同盟という枠で言えば、日米軍事同盟があるわけですが、これに加えて例えば日英同盟であるとか、日本、オーストラリアの軍事同盟なども今後は視野に入れておくべきでしょう。その前提条件としては、対スパイ法の制定と諜報機関の整備によって、しっかりと軍事情報を守る。そして、ファイブアイズに加盟し、そのファイブアイズとの軍事同盟も視野に入れる、そのような総合的な外交政策といったものもどんどんと必要になってくるでしょう。そして一番大事なことをまた繰り返すのですが、あくまでもこれらのことをしなければならない理由というのは、別に日本が軍事拡張を行って他国を侵略するためではありません。国際環境、中国の軍拡、そして中国の脅威というものが非常に大きくなっている。これに対処するためには、日本自身もしっかりと備えなければならないし、日本一国だけでこれに対抗するのではなく、多くの国々と対抗するためには、様々な手を尽くしていかなければならない。そこに知恵を入れるのであれば、知恵だけではなく予算も必要だし、政治的な闘争も当然必要になってくるでしょう。今回の自民党の政権公約というのはそうした意味においては、現在の危機、そして未来に起こるであろうさらなる大きな悲劇に対する備えとして、今からやっておかなければならないことだと私は思っています。皆さんは自民党の掲げた GDP 比2% 枠、現在の防衛予算2倍にしようという目標、これをどう評価するでしょう。ぜひともコメントしていってください。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックと投げ銭機能のあるところではぜひとも投げ銭のご利用もよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。